こんにちは、前線猫動です。いつもご視聴いただきありがとうございます。この度チャンネル登録者数1万人達成しました。本当にありがとうございます。チャンネルを始めた頃は動画を投稿しても全く見られない、そんな状況でした。そんな頃から考えるとチャンネル登録者1万人っていうのは今でも信じられません。ここまで続けてこられたのも皆さんが動画を見てくださり、高評価ボタン、そしてコメントで応援してくださったおかげです。今回はこれまで投稿した動画の中で特に私の中で印象に残っている5つの動画について改めて振り返りながら紹介していきたいと思います。そして動画の最後にはお知らせがございます。最後まで皆さん見ていただけると嬉しいです。それではレッツゴー。まずはこのチャンネルを始めた頃の話です。最初に動画を投稿したのは2023年11月20日でした。当時見ていた YouTuber がやっていたのは自分の1週間を記録した Vlog を投稿するというのです。私もいつかやってみたいなと思っていましたが、この機会にと思ってやってみました。結果、再生回数は115回でした。その後も同様の動画を全部で7本投稿しましたが、結果的に100回の再生を超えたのは最初のこの1本だけでした。動画を作ってもなかなか見てもらえない。この時初めて YouTube って難しいんだなっていうのを実感しました。そんな中で試しに撮ってみた旅行の Vlog も投稿してみました。最初の旅動画は154回と一番最初の動画の時よりは再生数が伸びました。ただ私が思っているより伸びず、なかなか苦戦しました。ところがその次に出した動画がなんと約1800回再生いきました。まさかそんなに見てもらえるとは思わず、何が起きてるのかと本当に驚きました。これがこのチャンネルで初めて大きな反応をいただいた動画です。そうそう、この時から猫カフェに行くのは好きで海外でも行ってました。この時の動画は1泊2日なんですが3軒猫カフェをはしごしてました。いやーなんか改めて振り返るとそんだけ行ってたんだなとびっくりしました。ちなみにほとんどの店はもう潰れていて今ないです。そこから少しずつ旅の動画が中心になっていきました。再生回数が増えるとコメントも少しずつ増えていきました。最初はコメントが0件というのも当たり前でした。それがいつしか数件、数十件って増えていったことが本当に嬉しかったです。今でも大切にしているのがいただいたコメントへの返信です。時間を使って動画を見てさらにコメントまで書いてくださる。その感謝を少しでもお返ししたいと思っているからです。またコメントで知らなかったことを教えてもらったり、おすすめの場所を教えてもらったりすることもあります。皆さんのコメントが次の旅につながったことも何度もありました。ここからはそんな旅の中で出会った忘れられない5つの場所について紹介していきます。まず1つ目はタイ北部にあるチェンマイです。もともと興味あった街ですが、実際に行ってみるといろんな場所に猫がたくさん。ノマドの聖地と呼ばれていますが、私にとってみたら猫の聖地、そんな場所でした。そして猫だけではなく素敵な人との出会いもありました。そこで出会った方に動物基金のことについて教えていただきました。当時 YouTube すらまだ始めてなくて、もちろん登録者は0人、YouTube からの収益も0円でした。それでも猫たちのために何かしたいと思い、2023年9月から毎月寄付をするようになりました。チェンマイで出会った子猫を見てご飯を買いに走ったことも覚えています。とにかく何かをしてあげたい。あの時はそんな気持ちでした。今振り返ってみると、チェンマイでの出会いが私の考え方を変えたかもしれません。そして今の活動につながる大きなきっかけとなった場所でもあります。二つ目はインドネシアのバリ島です。インドネシアを訪れたのはこの時が初めてでした。バリ島の皆さんは本当に優しくて、どこか昔の日本のような温かさがありました。そして
この旅の動画が初めて1万回再生を超えました。バリ島で特に心に残っているのがロッジ・イン・ザ・ウッズというホテルです。これまでたくさんの宿に泊まってきました。その中でも特に思い出に残っている場所です。動物たちと一緒に過ごすことができて、オーナーさんからもホテルへの思いを聞かせていただきました。私たちは日本人として初めて泊まったお客さんだったそうです。動画を公開した後、日本から訪れる方が増えたことをホテルのインスタグラムで知りました。自分の動画を見てその場所を知り、実際に足を運んでくれた人がいます。おそらく泊まった方々みんな楽しんでもらえたのではないでしょうか。また泊まった方いたらコメントくださいね。人も動物も流れている時間も本当に素敵な場所でした。ただ、なぜこの動画が1万回再生超えないのかずーっと謎です。というのは冗談ですが、死ぬまでに一度はぜひ泊まってほしい、そんなホテルです。さて、ここまで2つを紹介してきましたが、ここまでのチャンネル登録者の推移を見ていきましょう。こんな感じです。先ほどのバリ島の動画を投稿した時のチャンネル登録者は270人でした。そこからいろんな動画を投稿していきました。海外はバリ島、そしてオーストラリア、そして日本に戻ってきて北海道、などなど様々な動画を上げてきました。ただ、劇的に伸びる動画っていうのはなかなか出ませんでした。ただ、9ヶ月後の2024年10月31日、この時大きく動き始めたのです。大きく動いたのは3つ目の岡山県にあるティアハイム小学校です。廃校となった小学校を使った保護猫施設です。この動画はチャンネルを大きく変わるきっかけになりました。それまでは旅の動画を中心に投稿していました。なので正直この動画はあんまり見てもらえないかもしれないと思っていました。ところが動画を公開すると予想以上にたくさんの方に見ていただけました。気がつけば再生回数は8万回を超えていました。そしてこの動画をきっかけにチャンネル当初目標にしていた登録者1000人を達成しました。チャンネルを始めてから約11ヶ月、まさかここまで伸びるとは思っていなかったので、私自身が一番驚いていました。そして同時に保護猫や猫の保護活動に関心を持っている方がこんなにもたくさんいるっていうことを知れてとても嬉しかったです。ティアハイム小学校との出会いで私の考え方もチャンネルの方向性も大きく変わっていきました。この頃からコメントも一気に増えていきました。この場所に行ってみたくなりました。猫たちを見て癒されました。いい動画をありがとう。こうした言葉に何度も背中を押していただきました。反応がほとんどなかった頃を知っているからこそ、今でもコメントをいただけることが本当に嬉しいです。一つ一つの言葉が動画を続ける力になっています。余談にはなりますが、ティアハイム小学校はクラウドファンディングもされています。岡山県の有名なお店とコラボをして様々な活動をされています。私も岡山県の農家さんのクラウドファンディングをして実際に届いたのを調理して食べましたがめちゃくちゃ美味しかったです。ぜひ興味ある方は概要欄に載せておきますので見てください。それでは改めてチャンネル登録者の推移を見ていきましょう。270人から旅動画を投稿し続けてだいたい700通過したね。757人でした。この日から一気に見られて、なんとぐいーっといってですね、1480人という形で増えました。本当に皆さん登録ありがとうございます。そして4つ目は、猫がいる神社として知られている玉の御嶽神社です。この神社は Google マップを見ていた時にたまたま見つけました。見つけた瞬間、行ってみたいと思い、予定を変えて向かった場所です。そこで、たくさんの猫たちと出会いました。そして、猫たちをお世話されている神職さんともお会いすることができました。この動画も多くの方に見ていただき、当時最高記録となる8万回再生を超えました。
それからは定期的に神社に訪れてご挨拶をしています。少しばかりですが、毎回行くたびに猫たちのご飯も寄付をしています。猫たちが安心して暮らせるこの場所がこれからもずっと続いてほしいです。訪れるたびにそう思っています。そして毎回お参りするときにそれを願っています。余談にはなりますが、私の動画をきっかけにこの神社を知った方も多くいらっしゃいます。それをきっかけに行ってよかったよとか、本当に猫たちに癒されましたなんていうコメントを毎回いただけて本当に嬉しいです。気づけば海外の方も結構訪れるようになりまして、他の SNS でもこの玉の御嶽神社を見ることが増えました。いつまでも末永くみんな健康で幸せにいてほしいです。そして最後は三重県にある大内山動物園です。この動物園は私の考え方を大きくまた変えてくれました。この動物園では園にいる動物の約 95% が保護された動物です。前園長から引き継いで運営が厳しい中、園長さんはご自身の私財を投じながらこの動物園を守り続けています。行き場に困っている動物がいれば受け入れ、お世話をされています。正直に言いますと、私はそれまで大内山動物園のことを全く知りませんでした。こんなに素敵な場所があることを知らなかったのが少し恥ずかしかったぐらいです。動画を公開すると初めて知ったという方からも昔から知っているという方からもたくさんコメントをいただきました。玉の御嶽神社の次に投稿した動画になるんですが、なんとこの動画も6万回以上見ていただきました。動画をきっかけに大内山動物園を知ってくださった方がいたことがとても嬉しかったです。以前は旅動画と動物の動画をこのチャンネルで両方投稿していました。ただ両方一緒に投稿しているとなかなか伸びない時期もあり、昨年9月旅動画を投稿する別のチャンネルを作りました。そしてこのチャンネルは改めて猫や動物を中心とした動画を投稿するチャンネルとなりました。旅好きの方も猫好きな方も見たい動画を見つけやすくしたかったからです。そこからも動画投稿を続け、伸びない時期もありましたが、2026年6月15日、チャンネル登録者1万人を達成しました。あと一人だ。9999。運命の時をどうしても録画をしたくてずっとカメラをセットしてたのですが、30分以上経ってもなかなか動かなくて、ちょっと動画がやばいなぁと思い始めてた頃、ようやく。おーなったー。やりましたねー。やったー。はい、写真撮ろう。よいしょ。はい、1万人やりましたということで、私の思い出に残る5つの動画について紹介していきました。ちょっと振り返ってみると思い出深いものがありまして、結構自分でも見入ってしまいました。さて次はですね、今後やっていきたいことについて話していきます。まずこのチャンネルの動画についてですが、今まで通り猫スポットであったり、また猫がいる宿、猫の保護施設、保護猫カフェなどなど新しいところをまた巡っていきたいと思います。また新しいですね、地域に行くことによってまた新しい発見ができますし、また違った様子もお届けできると思うので、引き続きいろんなとこ巡っていきたいと思います。また先ほど紹介した通り、私別チャンネルでこちらですね、旅チャンネルをやっております。こちらについてはですね、いろんなところをまた旅していきます。その様子をお届けしていきますので、ぜひ旅好きの方、またね、私の活動を応援したいっていう方、チャンネル登録よろしくお願いします。続いて2つ目なんですが、私が前々から少しやってみたいなと思っていたことがありまして、それはですね、いろんなところに行ってですね、いろんな猫の
ものであったりですとか、グッズとか、いろんなものを見てきました。そんな中でですね、私もちょっとそういった猫グッズを販売したい。そしてその猫グッズを買っていただいて、その一部をですね、猫の支援につなげていきたい。そういう思いがずっとありました。売るものについてはまだ数が揃っていないので、大々的にスタートっていうわけにはいかないんですけども、まずフリマサイトを使って販売していこうかなと考えています。で、フリマサイト一応解説したので概要欄に載せておきます。猫好きの方が気に入ってもらえるようなグッズ、そんなのを集めていきたいと思いますので、ぜひね、定期的に見ていただけると嬉しいです。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。改めてですが、ここまでこのチャンネルを運営し続けられたのも皆さんが見てくださるおかげです。もしずっと誰にも動画を見られなかったら、どこかで挫折してやめていたかもしれません。皆さんの高評価、コメントが私の力となっています。ぜひぜひですね、コメントまだしたことないよって方はどんな内容でもいいです。ぜひですね、初めてのコメントお待ちしてます。必ずですね、コメントに返信させていただきます。これからも皆さんに動画を楽しんでもらえるように精一杯頑張っていきますので、ぜひ見に来てください。これからもいろんなところで暮らす猫たちをお届けしていきます。ぜひチャンネル登録もまだの方よろしくお願いします。あと通知ボタンも忘れずに、今後とも前世猫男旅と猫のチャンネルをぜひ応援よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。ということで、ここからはおまけトークになります。この動画を編集しているのが2026年7月14日です。初投稿から967日間、2年7ヶ月24日経過したそうです。そしてここまで1日たりとも YouTube をやらなかった日っていうのが実はないんですよ。何かしら動画を撮影してたり編集してたり、YouTube から離れた日が全くないんです。そしてここまで来るのにやっぱり色々苦労しまして、動画の撮影や編集などもあったんですけども、一番は体へのダメージが相当でかかったです。12時間座りっぱなしなんていうこともザラにあったので、手首を痛めたり、肘を痛めたり、腰を痛めたりと、本当に色々ありました。その都度接骨院に行って見てもらったんですけども、結果的に慢性的なこの同じ姿勢での作業っていうので、結果的に具体的な治療がなく、ただただ尻尾を張ったりとか、そんな程度でした。たまに街中を歩いていると、こんなことを聞きます。お前 YouTube やればいいじゃん。あれで稼げばいいじゃん。なんていうのをサラリーマン4人の会話が聞こえてきました。そのサラリーマンの方々にこう言ってあげたい。YouTube は全然楽じゃないよ。毎日コツコツと継続できる人ではないと YouTube 活動っていうのは継続は難しいのです。同時期に同じような動画を投稿しているチャンネルをリストにしていたのですが、久々に動画を見に行ってみたら、なんと動画更新が止まっていたのです。だいたい9割のチャンネルが半年と更新を継続するのが困難なのです。実はチャンネル登録者1000人っていうのは YouTube 全体で見ると上位 15% の人しかなれないようです。私は約11ヶ月かかりましたが、その上位 15% に入ることができました。現在1万人の方に登録をいただいてて、YouTube 全体で言うと上位 3% に入るそうです。びっくり。そしてちょっと裏話なんですが、1万人達成の時にちょうど9999人の時に外にいたんですね。やばい。1万人になる瞬間を動画に収めたかったのに収めれないじゃんと思っていたんですが、なんと帰宅まで間に合いました。そして帰宅してから20分か30分ぐらい経った時にあの1万人が達成できました。ちょうどとんかつ弁当を買ってきてたんですけど、ちょっと待ちすぎて冷めちゃいました。でもその時に食べたとんかつ弁当は格別でした。ただ1万人に達成したからといって活動は変わらないです。一人で動画撮影行って編集をして、そして投稿して、これは
ずっと変わらないです。今後数年先も変わらずずっと一人でやってると思います。YouTube って実は孤独な仕事なんです。じゃあやらなければいいじゃんなんて言われるかもしれませんが、私は個人的に楽しんでいます。こういった地道な作業が性に合ってるのかもしれません。今日の動画でいろいろと YouTube について話していきましたが、もしあなたが YouTube を始めてみたいななんていうのを少しでも思っていたら、ぜひ始めてみてください。今お持ちのスマートフォンだけで動画編集や動画撮影っていうのはできちゃいます。意外とやってみてハマるかもしれないですし、一瞬で飽きてしまうかもしれません。ただやってみることに意味があると思うので、ぜひ少しでも興味があればやってみてください。そんな感じでおまけトークでした。もっといろいろと話したいんですが、今日はここまでにしときます。次はチャンネル登録者10万人いった時でもいろいろと話ができたらなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。